どうもきみまろです。先日こちらのリモートワーク環境のセッティング動画を公開しまして、大勢の方にご視聴いただきました。ご覧いただいた皆様本当にありがとうございます。でそのセッティング動画を撮った後にいくつか周辺機器もねグレードアップして、セッティング動画を撮った時以上にめっちゃ快適なデスクになってますので、こちらを紹介していきたいと思います。どこがグレードアップされたかというと、まずはこちらのベルキンのドックステーションが加わりました。サンダーボルト3ドックプロというものなんですけど、こちらが加わったことでね、もう本当にパワフルになりました。まずこちらが加わったことと、あと部屋のネット接続環境もアップデートしました。こちらリンクシスの Wi-Fi ルーターを追加しまして、これによってね室内のネット環境もものすごい快適になりました。これらについてもこの後レビューしていきます。そんなわけで今日は動画編集環境も通信環境もかなり快適になったこちらのデスクツアーをしていきます。まずデスクはニトリの N ステインデスクにこの後ろ側にエルゴトロンのモニターアームをつけて、そこにこの LG の曲面の34インチのウルトラワイドモニターを載せています。このモニターが浮いているように見えますが、後ろのアームでこのように支えています。こうすることでデスク上がすっきりして見栄えもいいですよね。でデスクってだいたい壁に向き合うように置くことが多いと思うんですけど、僕はこうやってリビングとベッドに挟まる形でアイランド型に配置してみました。でこう目の前に空間が広がっていて、太陽光も横からもあと前からも入ってくるので圧迫感がなくてとても心地いいんですよね。なのでこの置き方は正解だったんじゃないかなと思ってます。このデスクの上もなるべくすっきりさせたかったので、こちらにいつも使っている MacBook Pro 13インチをクラムシェルモードにして使っています。クラムシェルモードというのは MacBook を閉じて Bluetooth でキーボードとかマウスにつなげて操作するモードなんですけども、このように MacBook は脇に立てかけておいて、手元にはこちらのサテチのワイヤレスキーボードと、あとはこちらのロジクールのマウスの MX マスター3と、あと提供いただきましたこちらのオービタル2というジョイスティック型のデバイス、こちらだけを置いています。基本的に動画の編集とか作業とかはこの環境でやってます。あとデスクの上に置いてあるものとしては、ここにモニタリング用の AirPods を置いてるのと、あとその下に充電器を置いてるのと、あとはこんな感じでドライフラワーを飾ってみたり、こっちは無印良品のインテリアフレグランスオイルのハーバルというすっきりした香りのやつを置いてます。ちょっとね集中力が高まるような香りかなと思ってこちらのフレグランスオイルを置いています。あとこちらはソイルの珪藻土コースターですね。このニトリのデスクが底が濡れたコップとか置いちゃうと輪染みができちゃうんですよね。なのでこのコースターを置いてシミができないようにしています。はい、デスクの上はこんな感じですかね。1個ずつ紹介していこうと思うんですけど、まずこちらの LG の34インチ曲面ウルトラワイドモニターなんですけども、これねめちゃめちゃいいですね。初めてこの湾曲タイプっていうのを使ってみたんですけど、まずめっちゃ見やすいです。34インチというサイズなんで、もう動画編集とかするときは本当に使いやすいし、あとこの湾曲したタイプっていうのは初めて使ったんですけども、想像以上に見やすいです。自分の顔を囲むようにこう湾曲してくれてるので、首を少しだけ傾ければモニターの隅から隅まで見渡せますし、34インチぐらいの大きいモニターだったら湾曲してる方が見やすいんじゃないかなと思いました。モニターの高さは僕の正面より少しね下げたぐらいのところに置いています。高いところにモニターを上げてしまうとモニターを見上げてみなきゃいけなくなりますし、部屋の中心にこのモニターがあるので、あんまり高い位置にすると部屋の中で割と圧迫感が出てしまって、それも嫌だったんでモニターの位置は少し下げて使ってます。あと座った時の距離はこれぐらいで、このデスク奥行きが55センチなんですけど、モニターまでの距離は40センチぐらいですかね。これぐらいのところで僕はモニターを見ながら使ってます。長時間動画編集作業とかしていても目は全然疲れないですね。このモニターは発色も非常にいいので、色味なんかも最終的にこう書き出す時の色味とかもプレビューと書き出した動画とかっていうのもそんなに色味の差もないようなので、使ってる感じだと全然問題ないんじゃないかなと思います。色調整とかも非常にしやすいモニターだと思います。本当いいモニターですこれ。それでね、もうこのデスクはニトリの比較的安いデスクなんですけども、僕部屋の家具が割とアンティーク調のものが多いので、それに合わせるようなデスクを選んだんですけど、この質感が本当部屋に合っていて、めちゃめちゃこのテクスチャー気に入ってます。しかもすごい安くて1万2000円ぐらいで買えるんですよね。コスパも非常にいいデスクです。 MacBook Pro をクラムシェルモードで使う時はこういう風に立てかけて使うんですけども、熱がこもって MacBook が故障したりしませんかっていうのをよく聞かれるんですよね。でもね、僕ずっとこのやり方でやってますけど、全くそんなこと起きないですし、こう触ってみても MacBook
クがすごく熱くなるってこともないので、多分ね問題ないんじゃないかなと思ってます。動画の書き出しとかマシンパワーをね使う時には多少熱くはなるんですけども、閉じないで使ってる時とねそこまで変わらないような熱さだと思います。 Apple もクラムシェルモードを公式な使い方として紹介してるくらいなので、多分大丈夫なんじゃないかなと思います。それでこのクラムシェルモードの中心にあって、今僕のデスク環境になくてはならないものになってるのがこちらですね。ベルキンのドッキングステーションサンダーボルト3ドックプロです。ベルキンさんから提供いただいたんですけど、かなりいいですね。これで MacBook とモニターやデバイスを接続したり、有線 LAN をつないだり、あと SD カードを読み込んだりできるんですけども、そうですね、先に備わってる端子を一通り説明してみましょうかね。まず前面の左から USB-A の 3.1 ジェネレーション2、そしてその隣が USB-C の 3.1 ジェネレーション2。ジェネレーション2なので転送速度もめちゃめちゃ速いです。僕いつもこういった外付けの SSD を使うんですけども、これを接続すればね、その転送速度の能力は発揮されます。であとその隣が SD カードリーダーなんですけど、こちらは UHS-2 に対応しています。なので UHS-2 対応の SD カードだったらデータの転送速度めちゃめちゃ速いです。あとここにオーディオジャックのインアウトがついていて、で続いて背面ですが、背面は USB-A3.0 が1234つと、でその横にギガビットイーサネットのポートがあって、でこれがディスプレイポートですね。 DP1.4 なので高解像モニターにも接続できます。それでここがサンダーボルト3ですね。それでその隣もサンダーボルト3なんですけど、こちらは最大 85W の給電ができるサンダーボルトポートです。それでここが電源入力ですね。 170W の電源入力です。こんな感じで十分すぎるぐらい端子が用意されています。僕の場合はまずこの LG のウルトラワイドモニターの背面のこのディスプレイポートからケーブルを伝って、このドッキングステーションの背面のディスプレイポートにケーブルでつないでいます。それでこのモニターのマークが書いてあるサンダーボルトポートにケーブルを挿しまして、これをこの MacBook Pro の USB-C ポートに挿してます。 MacBook Pro との接続はもうこれだけですね。でこのクラムシェルモードを使う場合はこういう風に MacBook に給電しながらじゃないと使えないんですけども、この背面の USB-C ポートが最大 85W のパワーデリバリー給電できるサンダーボルト3ポートになってるので、これをつなぐだけで給電しながら外部モニターに出力することができます。あとネット環境をより安定させるためにここのねギガイーサネットポートに有線の LAN をつなげています。 YouTube に動画をアップロードする時とか結構ね大容量ファイルをアップロードすることになるんですけど、途中でね通信が切れたりすると非常に困るんですよね。ただこれだったら、有線だったら途中で切れたりってことはほとんどないので、安心して動画のアップロードもできます。この通信環境もアップデートしたので後ほど紹介しますね。でその隣のこちらの USB-A の端子にはオービタル2をつないでいます。オービタル2は USB-A 端子接続なんですけど、 MacBook Pro は USB-C の端子しかないので USB-A 端子のデバイスを使う時は変換プラグみたいなのをね挿したりしないといけなかったんですよね。でもこのドッキングステーションに挿せばこのようにそのまま使えます。このオービタル2を使った動画の編集方法については動画の後半で解説します。まだまだ空きポートがあるので周辺機器がねこの先増えてきても安心ですね。これだけポートが充実してこのコンパクトさでこのねあと薄さ、これがね嬉しいですよね。デスクの上はなるべく圧迫しないようにシンプルにしたかったので、あんまりごついドッキングステーションは嫌だったんですけど、こういうねスリムでコンパクトなドッキングステーションはねありがたいですね。あと色もねスペースグレーで MacBook Pro にめっちゃ合うんで、デスクの上に置いてるものは色でも統一感を出すとすっきり見えますよね。先ほど少し触れましたが、このドッキングステーションの LAN ポートに LAN ケーブルを挿して、でそれを MacBook Pro につないでるので MacBook Pro は有線 LAN でインターネットを使っています。あと iPhone とか iPad とか、あとはプロジェクターとか、こういったものは全部 Wi-Fi でつないでるんですけど、これらのネット環境も大きくアップデートしました。今までソフトバンク光のルーターをそのまま使ってたんですけど、部屋で Wi-Fi をつないでると頻繁に通信が途切れることがあって、これねかなりストレスだったんですよね。でそれで原因を探ったらどうやらそのソフトバンクのルーター自体の問題だったみたいで、それで新しいルーターを探していたところ、こちらのリンクシスのメッシュ Wi-Fi ルーターベロップ AX-MX5300 っていうのを提供いただいちゃいました。これに変えたところ Wi-Fi の安定感が格段に上がって全然途切れないし、通信速度も安定して快適な速度をずっと保ってくれてるので、部屋の中のネット環境もめちゃめちゃ快適になりました。 Wi-Fi も快適になりましたけど、もちろんこちらのね有線 LAN でつないだ MacBook Pro も安定した高速ネット環境でね使えてます。見てください、これネットの通信速度を測るアプリなんですけど、まず Wi-Fi だとダウンロードがめっちゃ伸びるな。どこまで行くか、結構出ますよね。
461Mbps で、アップロードが 393Mbps ですね。めっちゃ速い。iPhone も iPad もあとプロジェクターも Wi-Fi で通信してるので、全部ねかなり高速かつ安定した動画再生ができるようになりました。しかもこのベロップの MX5300 のルーターは Wi-Fi6 対応なので、 iPhone 11とか Wi-Fi6 対応機種であればより高速に快適に使えるんですよね。僕は今まだ iPhone X を使ってるのでこの恩恵をね受けることはできないんですけども、おそらく秋ぐらいに Apple が新製品出してくると思うので、そのタイミングで買い替えようと思ってるので、それもね Wi-Fi6 対応ではあると思うので、そこからこの iPhone でもね高速のネット環境を体感しようと思ってます。 iPhone とか iPad は Wi-Fi 接続になりますけども、先ほどのこのドッキングステーションに有線 LAN を挿して接続した MacBook Pro、 こちらの通信環境がどんな感じになってるかを見てみましょう。こちらはパソコン版の通信速度を測るページなんですけど、ここで見るとまずダウンロードがこっちも400を軽く超えてきますね。はい、どこまで伸びるか。468Mbps 出ましたね。ダウンロードは 468Mbps で、アップロードはこっちも同じぐらい出ますね。449Mbps。ダウンロードもアップロードもかなり安定していいスコアが出てますね。これなら YouTube に動画アップする時も早いし、動画を見たりね大容量のファイルをダウンロードする時ももう高速でダウンロードできますね。このベロップの AXMX5300、 こちらのルーターは設定も非常に簡単で、ベロップの専用アプリを使って画面に出てくる指示に従って簡単に設定できたので、 Wi-Fi とかネットワークの設定が苦手な方でも安心だと思います。こういう風にネット環境も整ってデスクの快適さがねさらに増しました。ここからはオービタル2を使った動画の編集方法を紹介していきます。まずデジカメで撮影した動画データを収めたこの UHS 対応の SD カードをドッキングステーションに挿します。約 10GB の動画データをここにドラッグドロップします。 UHS-2 対応なんでめっちゃ読み込み早いですね。はい、10GB のデータが約40秒で取り込めました。僕は動画の編集に DaVinci Resolve というアプリを使っているので、こちらで説明していきます。まずプレビューしてみます。どうもきみまるです。先日原宿にオープンした IKEA に行ってきました。その時の模様は Vlog で公開しているのでご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんけども、例えばこの途中にちょっとね無駄な無言部分がありますよね。このとこですね。これを削除していきたいなと思います。通常のカット編集はこの無言部分になる初めのところにシークバーを合わせて、ここに切り込みを入れて、で次に無言が終わるところにシークバーを合わせて、ここもブレードでカット。それでこの不要部分を選択してデリート。それで後ろのクリップを前に詰めてつながりを確認してみると、原宿にオープンした IKEA に行ってきました。その時の模様はちょっと切りすぎましたね。ちょっと切りすぎたので一回やり直し。でこの後ろのところを切りすぎたのでこれぐらいかな。でまた不要部分を囲んで削除して、それで後ろのクリップを詰めて、これのが自然につながりましたね。でカット編集と確認はこのようにしますが、ご覧いただいたようにこの頻繁に行うカット編集作業なのに何工程も踏まなきゃいけなくて結構めんどくさいんですよね。なので僕はこのジョイスティックデバイスのオービタル2によく使うキーボードショートカットを割り当てて、それでねカット編集とかをしています。本当ねこれのおかげでサクサク編集できるんで、ちょっとね編集工程を一回見てください。こんな感じで編集します。どうもきみまるです。先日原宿にオープンした IKEA に行ってきました。その時の模様は
はい、終わりました。さっきねあれだけ工程を踏まなければいけなかったカット編集と確認作業がこのねオービタル2のおかげであっという間に終わりました。ではこのオービタル2にどのようなショートカットを割り当ててるかっていうのを説明します。これがオービタル2の設定画面なんですが、このようにオービタルエンジンモードっていうのとジョイスティックモードっていうのがありまして、僕はこのジョイスティックモードの方にキー割り当てをしています。まずこのジョイスティックの上ですね、ここを開くとここにはアップ、キーボードの上ですね、これを割り当ててます。で同じく下にはキーボードの下を割り当ててます。これはどういう時使うかというと、このように上に倒すとシークバーの位置を1つ前のカットポイントに移動させられます。同じく下に倒すと1つ後ろのカットポイントにシークバーを移動させます。でジョイスティックの右には再生と一時停止を割り当ててます。キーボードでいうところのスペースボタンですね。この時の模様は Vlog で公開しているので、左に倒した時は30フレーム戻るようにしてます。こんな感じで30フレームずつ戻せます。これでジョイスティックは回転させられるので、左に回したらキーボードでいうところの左ボタンですね。で右に回したらキーボードでいう右ボタンを割り当ててます。でこうすることによってこう回転させると1フレームずつシークバーを移動させることができます。これによってカットポイントの微調整がめちゃめちゃやりやすくなります。あとこのフラットリングの上にはカットボタンを割り当ててるので、一旦押すだけでさっきのブレードで切ったようにカットポイントを入れることができます。で僕はフラットリングの左に1つ前のカットポイントまでクリップを削除して詰めるっていうコマンドを割り当ててるので、これを押すとこれだけで不要部分を削除して詰めるってことができます。で同じようにフラットリングの右には1つ後ろのカットポイントまでクリップを削除して詰めるっていうのをこういうふうに入れてます。ここもね前の部分いらないんで左を押して。どうもきみまろです、先日原宿にオープンした IKEA に行ってきました。その時の模様は Vlog スムーズになりましたね。あとこのジョイスティックはこうくるくる回すこともできるんですけど、この上の部分はボタンになっててこう押すことができます。で僕はこのボタンにクリップの再生速度を 50% スローモーションにする処理を割り当てています。スローモーションにするときは普通はこういうふうにクリップを選択してコマンド R で速度の変更メニューを選んでここを 50% にして、こうすることでこのようにスローモーション再生ができるようになるんですけども、でこのいくつかの工程をこのオービタル2のプログラムマクロ機能で複合操作を割り当てることによってボタン一発でできるようにしてみたいと思います。でここのジョイスティックの上のところを謳歌した時のアクションにプログラムマクロを組みます。記録開始を押してコマンド R で5 0エンターと、でこれを入力しまして記録終了です。これだけです。これで保存すればもうこれでボタンに割り当てられました。クリップを選択して上のボタンを1回押すと、もうこれだけでちょっと確認してみましょうか。このように速度 50% になりました。でこのようにオービタル2のプログラムマクロに記録すれば複雑な処理もねボタン一発でできてしまいます。あとこの光ってる部分、これグローリングって言うんですけど、ここのねカラー変更もできます。今はねこれ白ですけども、例えばなんかプレミアみたいな色だったりとか、あとはライトルームっぽい色だったりとか、こんな感じで好きな色をね選んでグローリングの色を変えることができます。キー割り当てとかこのグローリングの色もアプリごとにプロファイルを作って管理できるので、アプリのテーマカラーに合わせておくとプロファイルを選ぶ時も分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでオービタル2はコンパクトなジョイスティックデバイスですけど、動画の編集効率とかめちゃめちゃ上がるので興味のある方はチェックしてみてください。続いてはマウスの説明をしていきたいと思います。こちらはロジクールの MX マスター3ですね。こちらもキーの割り当てはできるんですけど、ページのブラウジングとかがね結構優秀なので僕はねそこでよく使います。ここはね僕のきみまろ0802っていうね僕のインスタグラムですけど、画像がね500枚ぐらいあって、でこれを縦ページをこうスクロールしようと思ったら普通にねスクロールすると500枚もあるんで結構ね大変なんですよ。そんな時はここの中指が当たるところのこのボタンですね、ここを押すとフリースピンモードっていうのに切り替えられるので、これを押すとスッと、分かりました？下に送ります。一回スッとこうするだけであっという間にページスクロールができるんですね。これ僕のインスタグラムの一番古い画像まで飛んでいったんですけど、でもちろんねこういうふうに指を止めれば見たいところで止めることもできるし、
なのでね、縦に長いページのスクロールとかっていうのはねめちゃめちゃ楽になります。であとはこの親指が当たるところ、ここもねホイールになってるので、スクロールさせるとタブを切り替えることができます。これも結構ありがたい機能なんですよね。はい、こんな感じでこの MX マスター3のマウスと、あとはねこのオービタル2、そしてこのサテチのキーボード、これによってね本当に快適な動画編集環境になりました。家で YouTube の動画編集することが多くなってくるので、このように家の動画編集環境が整ってくると本当編集効率が上がりました。はい、そんなわけで今日は僕のデスクツアーをしてみました。紹介したアイテムとか周辺機器で気になることがあったら気軽にコメントで質問してください。もしこの動画が良かったと思った方は是非グッドボタンをお願いいたします。今度ね僕の動画ができるまでのチュートリアルみたいなものも撮ってみようかなとも思ってますので、興味ある方は是非チャンネル登録をしてお待ちください。今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。